夏希のキッチンガーデンへようこそ。今日はウィーク5のアップデートを行っていきたいなと思うんですけれども、今日もですね、初収穫がございます。では移動していきましょう。今日の初収穫ですね、こちらのきゅうりさんなんですけれども、もうすっごい大きくなって、背丈がこの立てておいた支柱を乗り越えてぐんぐん成長していて、大きな立派なきゅうりがなりましたので、1本目を1個目 ?1 本1本でいいんですかね、きゅうりの数え方、収穫していきたいと思います。じゃじゃーん、こんな感じでなんとも立派なきゅうりさんが収穫できましたね。まだお花がこの先っぽについてますけど、表面もすごいツンツン、トゲがねツンツンしていて、とても身が引き締まってて硬くて美味しそうです。早く食べたいな。これはもうそのまんまかじるんでしょうね。楽しみですね。きゅうりは本当にこのきゅうりの形になってから成長がすごく早くて、数日間で収穫できるぐらいのきゅうりになっていったので、もう中くらいのこれぐらいのサイズのものもたくさんねあるので、これから毎日のようにきゅうりが楽しめるんじゃないかと期待をしております。では次のまたね、今日はもう一つ初収穫がございまして、それはこちらのネットの中でございます。前回ねこのネットの中にあって初収穫をしていった小松菜はもう1本ずつ収穫をしていてなくなっているんですけれども、この中で育っているベビーケールとカーボロネロ、同じケール系列ではあるんですけど、そちらをベビーケールはもう先週何回か収穫をしているんですけど、そうなので前回のその初小松菜収穫からほぼ毎日、そうですね、ほぼ毎日なんか葉物類は小松菜とかベビーケールとか間引きしたものとかほぼ毎日収穫が発生していて、嬉しいですね。やっぱりなんか自分でなんか取れたものが出てくるってすごくいいですよね。で、今日はその中でもベビーケールは初の収穫ではないんですけど、ベビーケールとあと初の収穫としてカーボロネロの葉っぱもねちょっと、切っていただこうかなと思ってます。ベビーケールもカーボロネロも、葉をね切っていけばどんどんまた新しい葉っぱが出てくる感じなので、使う分だけ切っていこうと思います。じゃじゃーん、これはベビーケール、リリーケールですね。カーボロネロカーボロネロはもっとすっごい大きくなるんですけど、こんな感じで葉っぱをねどんどん取っていただいていくっていう、こういう葉物野菜は毎日出て、で朝すぐこの後スムージーにして朝の朝食としていただいております。で今収穫をしていた時にもしかしてお気づきだったかもしれないんですけど、このネットの中がすごくね雑草だらけなんですね。そうで雑草だらけなんですけど、気づいたことが今週結構あって、この、ネットの中にはカーボロネロ、ベビーケールとブロッコリーの苗を植えていて、ブロッコリーとカリフラワーとキャベツの苗を買ってきて場所がなくてどうしましょうっていうことになって、とりあえずこのベッド1とあとベッド4を増設して向こう側にね作っているんですけれども、で、あとその余って予備で残しておいた苗をいろんなところに、庭の隙間に植えたりとかしていて、でそれらの生育状態というか生育具合を見ていると、もちろんね日当たりとかいろんな場所で違ったりとかするので一概には言えないんですけど、このネットの中にネットの中で雑草ぼうぼうの中で頑張っているブロッコリーが他の苗のもう2、3倍の大きさになっていて、であっち側のその増設したベッド4の
中で育っている子たちも、育てはもちろんいるんですけど、でも向こうはなんかほとんど雑草が生えてこないんですね。雑草が生えていないと土がすごく表面が乾きやすいんですね、どうしても。でこれまでやっぱ雨がすごく少なかったので水やりは頻繁にはしていたんですけど、やっぱり日がすごく照って日中って暑くなるともうそれだけで土がカラカラに、なってしまったりとかしていて、それがやっぱりこのベッド1のネットの中のは水をやらなくても雑草が生えていて日陰になっているので、すごくなんか土の色もね全然違いますし、植物たちもキュウリも含めてねすごいぐんぐん育っていて、でキュウリなんかはやっぱり自分たちが大きくなり始めて、でその土がなんていうかあらわになっていないというか葉っぱとかで隠れ始めてから急速に、成長してきたなっていう感覚があって、であとそのキュウリの間に、ナスタチウムとか豆ツルアリインゲンを植えているんですけど、キュウリの日陰になっちゃってるからもう結構厳しいかなと思ったら、すごくねそのキュウリの間から身をよじらせて出てきて大きな、ね、葉っぱをつけてすごくね頑張っているんですよね。そうちょうどその昨日近所の無農薬のお野菜を育てている木村さんの農園に行かせていただいていろいろお話をお聞きしていたんですけれども、やっぱりその雑草の役割っていうのもすごくいろいろあるのかなっていうところがあって、で私なんかこうね防虫ネットを張ったりとかしていますけど、庭を見ているとネットを、ね、張っていないところでその雑草であったりとか、植木みたいなもともと生えていたものに結構わーって虫が寄っていったりとかしている部分とかあって、あともともと植えていたハーブの花にたくさんカメムシがついていたりとか、虫がそっちに寄っていって野菜の方には行かないとか、そういうのもあると思いますし、やっぱりさっきお話をしていたカバークロップとして要は草がいっぱい生えていた方がいいんじゃないかっていうねところで、だからその昨日お伺いをした木村さんのところでも草っていうのは飼ってなくってこう踏み潰すような感じで草ぼうぼうの農園をされているんですけど、そうだから私もこのネット1の中は草をボーボーにしようと思ったわけじゃなくて、ネットが張ってあるのでなかなかちょっと手入れとかできないっていうところで結果的に草ボーボーになったんですけど、そしたらやっぱりねブロッコリーたちがとかケールたちが本当にすごく元気に、なっているので、雑草とかが生えていない場所、レーストベッドの中で雑草とか生えてない場所に関してはやっぱ草マルチをするようにしたりとか、あと庭の、雑草を買って種をまいたり苗を植えたりとかしたところで土がむき出しになっていたところっていうのもウッドチップを敷いたりとか、土がむき出しになってるのは良くないんだなっていうのはすごくこの夏感じてっていう学びを得ていますね。でこちらのベッド2に今度移動してきたんですけれども、ベッド2の方では前回大根の種をまいて、大根の芽がね無事発芽をして、でもう間引きをして、で本葉がねちょうどちょこんとこう出てきてすごく可愛いんですけど、でまた空いていた向こうのスペースに赤かぶの種をまいて、で、その赤かぶの芽もちょっと出てきてはいるんですけど、出が良くないなっていう感じがしているので、もう一回ちょっと巻き直すかもしれないんですけど、なのでこのベッドは結構根菜の根菜のベッドになってきた感じで、その株の種をまいた時にその雑草のことをすごい考えていて、でこのベッドも雑草がほとんど生えてきていなくてスギナぐらいかな。赤株の種をまいた時に、そういうカバークロップ的なねものがやっぱりあるとすごいいいなっていう実感をしていたので、一緒に空いてる場所、こういうふうに列で一列でね赤株の種をまいていって、でその空いているところに、ミックスレタスの種をバーってまいていって、
でイメージとしてはみんなわーってこう育っていったら、根菜が根菜が生えていて、でその間にたくさんレタスみたいのが生えてるみたいな感じで、レタスは大きくするわけじゃなくてベビーリーフみたいな感じで常にこうわーって葉っぱをね収穫していこうかなと思っていて、なんかレーストベッド1の方も、もちろんその雑草がカバークロップになってるというところもあるんですけど、ベビーケールとかカーボロネロもすごくカバークロップの役割を果たしてくれているので、そういう形でね、雑草じゃなくて雑草が入っていないんであれば食べられるねカバークロップということで、ミックスレタスなんかやっぱり芽が出てくるのも成長も早いので、そういうものをね活用していったらいいんじゃないかなと思ってます。日当たりがそんなに良くなくてもレタスって育ちますしね。あとそうですね、その大根の芽に関してはお庭の空いているスペースに直巻きした、種も発芽して元気に育ってくれていて、ビーツと人参もこのベッドの中でね、レストベッド2の中で、ビーツもねすごく元気に育っているんですけど、人参もね、さっきも地面が乾いちゃうとっていう話をしたんですけど、ビーツもやっぱり間引きはしてはいるんですけど、でも結構密集して、育っているので、その自分の葉っぱであったりとかお隣さんの葉っぱとかそういうものでそういうものを茂ってきたらどんどんやっぱり元気になっていったなっていう印象があって、でそういう自分の葉っぱとかで、自分の根の周りの土をねカバーして、で日がもうあんまり当たらないようにするというか、植物のそういう本能というか作りというか、なんかやっぱりすごいなと思いますね。で、ウィーク5で一番大きかった変化とすると、前回その大根の種をまいた時に白菜の種も一緒にまいたんですけど、白菜の種もわーっとしっかり発芽をしてくれていて、そろそろちょっと間引きをしようかなぐらいに思っているんですけど、でそれをどこにね植えていくか問題が結構あって、で白菜ってやっぱりスペースを取りますし、結構な数の種をまいてしまいましたので場所をねどうやって確保しようかなっていうところで、庭と砂利が敷いてある駐車場スペースの、境目に小さななんかフェンスみたいなものをボーダーみたいのをこさえていったんですけど、木のボーダーと庭の間にスペースが空いていたんですね。土が要は、十分ではなくて隙間が空いている状態で、そこに山から持ってきた土をまたわーって最初に、伐採した木の枝だとか枯葉などを入れていって、で山の土を入れて、でそしたらですね、すごいわーっと庭の際に沿ってたくさんの、スペースが確保できて、ここにわーっとね白菜を白菜を植えていって、冬になったら白菜がわーってこう一列に並んでいる庭を目指して夫はなんかそんなには変だって言ってるんですけど、確かにねちょっと見た目的には不思議な庭になりそうな気がしてますが、でもそういう形でねたくさん白菜を取って、この冬の目標としてはキムチをたくさんね作っていきたいなと思っていて、でもし無事たくさん収穫できてたくさんキムチができそうだったら、なんか一緒にキムチをつけるイベントみたいなのね開催できたらいいななんて思っております。いやもうほんと暑いですね。なんか前回のアップデートの時に、立春も過ぎてもうなんか秋みたいな感じですとか言ってたんですけど、ここほんと数日わーってまた暑さがぶり返してきて、夏夏かなみたいな感じでねなってきているんですけれども、種まきのタイミングとか狂わせるのかなとも思いますし、
でこちらのレーストベッド3の方ですね、サラダベッドの方ではだいぶ間引きもしてるんですけど、小松菜が元気に育ってくれておりまして、春菊とインゲンはちょっとなんか元気なさそうな感じではあるんですけど、とりあえず頑張ってくれてはいますで、あと向こう側にわーって巻いたレタス、ミックスレタスの芽も出てきて、冬頃までずっとレタスがね、サラダが楽しめるベッドになっていくんじゃないかと思ってます。ちょっともう日が眩しすぎてきゅうりの影に移動してきたんですけど、そうですね。あとウィーク5では赤玉ねぎの種をセルトレーにセルになっている小さい、育苗用のトレーっていうんですかね、にまいていったんですけど、種をまいた直後に大雨が降ってザーッ局地的な大雨が降って、その時に雨よけがないところにちょっと置いてしまっていたので、なんかそれでもブワーって種が流れてしまったんじゃないかなっていう気もしていますし、でその後日中ですね、目を離した隙にやっぱ日がすごい強くてカラッカラに乾いてしまったりとかして、なのでちょっとそう芽がね全く全然出てきていなくって、今何日目かな、6日目ぐらいなのかな、そうで出てきていないので、ちょっと今日ねまた種をまき直して、で日が当たらないところにしっかりこうカバーをしてみたいな感じで白菜をねやっていた時みたいにやってみようかなというふうに思っております。であとは、これから秋巻き用ニンニクニンニクとかも今そばがね植わっているところに、植えていこうかなっていうふうに思っていて、冬に向けていろいろまたやることがねあるなっていう感じで、はい、やっていきたいなと思ってます。ウィーク5もなんだかんだいろいろアップデートがありましたね。はい。また雑草の話とかを長々としている間にかなり時間も経ってしまっているんですけれども、自分の庭からもうほんとここ雑草ぼうぼうで未開の地みたいなほんとジャングルみたいになっていったところを本当にね頑張ってこういうキッチンガーデンにしていって、ですでに収穫も毎日何かしらね小さな収穫ですけれどもあったりとかして、私が毎日朝こうしてキッチンガーデンに来て、でぼーっと時間を過ごすみたいな癒しの空間にもしっかりなってくれていますし、本当になんか5週間経ってキッチンガーデン始めてよかったなと日々感じているところではございます。なのでもし皆さんもこのシリーズにねインスパイアされてキッチンガーデンであったりとか、ちょっとプランターでなんか育て始めましたとかいうことがあればコメント欄で教えていただければ嬉しいです。はい、それではまた次回のアップデートでお会いしましょう。See you next time!